皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本国内の政治、自民党総裁選の結果について解説します。まず最初にこの話題を始めるときには、私は言わなければならないことがあります。私の解説は完全に間違っていました。これまで私が行ってきた自民党総裁選に関する解説では、石破氏は議員からの支持を集めることができないため、決選投票に出ることになれば、その反対側の人物が必ず勝つだろうという解説を行ってきました。しかし現実には決選投票に残った石破氏がそのまま勝利し、新しい自民党総裁、そして新たな総理大臣への道が開けてしまいました。解説が間違っていたことを大変申し訳ありません。さて、今回の動画では、新総裁、そして新総理になる予定である石破氏の政策についての解説を行っていきます。そのためには、まず最初に自民党総裁選を振り返っておきましょう。自民党内部における反政権派として石破氏は活動してきました。そうすることによって、今の政権に不満を持っている人たちの受け皿として機能し、経済的には苦境に立つ地方の人たちの自民党党員票を集めることに成功しました。また、反政権的な立場を取ることにより、報道各社からの支持を集めることにも成功しました。これは、報道機関は基本的には政権に対するチェック機能を果たすために、その反対意見を吸い上げる必要があります。その時に野党陣営ではなく自民党の中に反政権派がいますよという形で取り上げやすいことから非常にマスコミで取り上げられることも多く、それゆえに認知度というものが高まったという事情があります。そのため総裁選の第一次投票においては議員票では少ないんだけれども党員票に支えられる形で石破氏は第2位に食い込みました。総裁選の第一次投票結果は高市氏が1位、第2位が石破氏、そして第3位が小泉進次郎氏でした。小泉進次郎氏については、総裁選が始まった段階においては、有力候補者として数えられていました。それは、議員票を特に集めていた人物として、スタートダッシュに成功したことから、上位に食い込むことが予想されていたわけです。しかし、総裁選の中において、論戦が繰り返される中において、支持を失った部分があり、その分、論戦でしっかりと政策を訴えてきた高市氏の人気が高まっていきました。それゆえに第一次投票においては、高市氏が党員票も大きく伸ばして第1位へと躍り出たわけです。この段階で私自身は、この段階でもう決選投票に高市氏と石破氏の2人であれば高市氏が勝つだろうと思っていました。しかし蓋を開けてみれば党員票がなくなってその代わりそれぞれの都道府県の代表による投票、こちらの方はそれほど大きな差はつかなかったのですが、問題なのは議員票において石破氏が大きく伸ばし高市氏を下し新総裁に決定したのです。この流れの背景としてあるのはキングメーカーと呼ばれる影響力のある人物の行動にあったと言われています。まず第一に高市氏支持を表明したと言われるのが麻生氏です。現在自民党においては派閥の壁を崩そう、派閥の解散といったものを岸田総理が進めた関係で非常に多くの人たちが緩やかな連帯の中に散らばって明確な派閥といったものはなくなりました。その中で唯一はっきりとして形として残っているのが麻生派です。それ以外の中での大きな派閥的な動きをしているのが無派閥という派閥のようなものを構成している菅氏と、もう一人は総理大臣であった岸田氏のふんわりとした影響力の動く人たちです。そして麻生氏が高市氏を応援してますよとなった時に、これに反対する側の勢力として菅氏が石破氏についたものとみられます。決選投票第一次投票において9人の候補者がいたわけなので、上位2人以外の人たちがどこに移動していくかというのが決選投票の場で勝利を分けることとなりました。菅さんの場合だと特に派閥にとらわれない形で広く影響力を持っていますから、それに伴って石破さんにつくよというところが大きく影響をもたらしたのでしょう。高市さんは惜しいと言えるぐらいのところまでは票は獲得しているのですが、最後の最後もう一歩が足りないという残念な結果になりました。私自身高市氏との共通政策といったものは多いですから、今回の総裁選では最も日本のためになる総理大臣だと考えていました。もちろん高市氏の政策にも私は全く共感できない政策もあるのですが、総体として最も適合性が高いと思っていました。さて、それでは新総裁となった石破氏の政策についての評価をしましょう。基本的に私は石破氏の政策については反対する意見が非常に多く、全く共感できない部分がものすごくたくさんあります。まず第一に、
皆さんにとっては関心の高いであろう経済問題について、石破氏は基本的には緊縮財政派だと言われています。お金をジャブジャブと使うことによって、特に国債を大きく発行することによって、未来への借金を残すのはいけないと石破氏は言っています。そのために赤字国債の発行額を抑え込んで、財政バランスをもっと取らなければならないという主張を行っています。石破氏に足りないのは投資に対するリターンについての考え方です。借金をするのは良くないというのは確かにその通りなのですが、しかし国家運営のことを考えると、適度な支出によって経済成長を成し遂げるという考え方は決して否定するようなことをしてはいけません。例えば、無借金経営が最高だとして国債発行額をゼロにしようとすれば、当然のようにものすごい支出の減少に伴ってお金の巡りが最悪の状態になります。かつてドイツにおいてはそうした無借金経営のような形での国家運営といったものが行われたのですが、しかしそれはあくまでもヨーロッパ内部における経済強国という立場を利用することによってうまく立ち回っていた面があり、日本とは全く立場が異なります。日本の場合だと政府支出を大幅に削ると、それに伴って経済悪化といったものが自然発生してしまうという悪い状態に陥っていますから、決して財政支出そのものを完全否定してはいけません。問題なのはどのくらいの量をどのぐらいの分野に使うかといったそうしたバランス感覚を持つことが重要なのです。また、金融面においては金融所得課税の増税についても言及していました。所得1億円の壁と呼ばれるような話があって、高所得者の人たちだと支払っている税金の税率がどんどん下がってくるという問題があります。これは所得税の場合だと累進課税のため、収入が増えれば増えるほど支払う所得税もどんどんと増えていきますよという今の税制に対して、高所得者の人たちの税率がある段階からどんどんと下がってくるという状態になっています。これは給料などで大きな収入を得るのではなく、株式などでの所得をしっかりともらうことによって税率を抑えるという節税策が常識的な行動として行われているからです。給料で10億円もらえば最高所得税がかかるのに対して10億円の株式配当であれば金融所得課税 20% 程度で抑え込めるというわけです。石破氏はこの問題に対して金融所得課税の増税といったものを考えている話をしていました。しかしここで問題なのは金融所得課税どのようにするかについて具体的な策を言わず、課税強化の考えを示していたことから、高い所得を得ていない人たちに対しても一律に増税する危険性があるということです。そうなれば、今、貯蓄から投資へという流れの中において、ブレーキをかける可能性があり、これは大きな株式市場への打撃になる可能性があります。ちなみに私は NISA 枠についての増額といったものをすべきだと考えています。今、多くの国民は決してたくさんの貯金があるわけではありません。投資の大原則である長期分散積み立て、この大原則に基づいてコツコツと積み立てていき、そして老後の自分で個人年金を作ろうという考え方に基づけば、今の新 NISA 制度の非課税枠といったものは今の2倍あっても私はいいと思っています。2倍にするときに日本株限定といった枠をはめるかどうかといったところに議論する余地があるかなと思うぐらいです。そして日本人の生活にも大きな関わりがあるエネルギー政策について、石破氏は原発の活用について非常に後ろ向きな発言をしています。しかし今後日本の電気需要についてはもっと上がると見込まれています。その大きな要因となろうとしているのが生成 AI やそうしたインターネットサービスの根幹を支えるデータセンターの増築、それに伴う大きな電力需要の増大です。自然エネルギー派の人たちの中には太陽光パネルをもっともっと敷き詰めればそれで電力需要も賄える、太陽光パネルどんどんと値段が下がっているんだからこれは成し遂げられるといった主張を行う人たちがいます。しかし日本の自然エネルギー問題は多くの国民たちに負担を強いています。皆さんの電気代の支払いの中にエネルギー付加金があります。これは太陽光パネル発電の電力を買い取ることによってその負担を国民全体に押し付けるものです。現在の太陽光パネル発電は天気の良い時だけ発電しそれを売りつけるような形になっていますから決して安定的な電源とはなっていません。私はこのような形での太陽光パネルの発電は電力買取制度から外すべきだと考えています。発電コ
コストが安くなっているというのであれば、もう自由市場での動きに任せるべきであり、これを買取制度などといって保証する必要は全くありません。発電コストが安くて競争力があるというのであれば、もう自立すべきなのです。原子力発電所に対する後ろ向きな姿勢を示す石破氏のエネルギー政策というのは、結局のところ、現在の制度にのっとったままで放置するような政策ですから、山を切り開き、大きな雨が降れば土砂の流出なども進みかねない自然破壊を伴ったソーラー発電を野放しにすることであり、私は大いに問題があると思います。次に石破氏の問題の政策、移民受け入れ積極派であること。日本においては少子高齢化問題があり、働き手の不足といった問題があります。そのため取れる手段は2つあります。まず第一に移民を積極的に受け入れようという政策。そしてもう一つがロボットや AI の徹底的な活用に伴うロボット共生社会への選択。ちなみに私は2番目の方のロボットや AI の積極的な活用すべきという派です。日本には漫画文化の発展もありますが、それに伴ってロボットといったものは決して敵ではないといった考え方があります。それこそドラえもんやドラミちゃんと一緒に働く社会というのは決して拒否感の出るような話ではないはずです。それは SF の世界だろうと思われると思うでしょうが、しかし自律的な AI ではなくても命令した行動に対してそれを実行するという意味でのロボットというものは現代でも少しずつ発展しており、これを積極的に活用し社会へと取り組んでいくということが人手不足解消のためには私は欠かせないことだと思っています。しかし一方ではそうしたロボットや AI といったものはまだまだ発展途上であり、そのようなものにお金をかけるよりは他の国から安い労働力を持ってくればいいじゃないかという考え方をしている人たちがいます。しかもそれを一時的な労働者としてではなく人口問題を解消するためにそのまま日本に定着させればよいじゃないかという考え方を持っている人もいます。これが移民の積極的な推進派の人たちです。石破氏は基本的にはこうした省力化や無人化を進める方針ではなく、移民を受け入れることによって日本の労働力不足問題を解決しようという考え方を示しています。確かに一時的にはロボットの発展に投資していくよりは人間を海外から連れてきて働かせる方が安いという面はあるでしょう。しかしそれは未来に対する大いなる災いを残す行動だと私は思っています。移民を大幅に受け入れている国の中においては、そうした移民の人たちが一つのコミュニティを作り、それに伴って自分たちの独自文化圏、自分の独自の生活圏といったものを持ち、従来のその国における文化や人々の暮らしと違う路線を歩むといった現象が発生します。それに伴う文化的な圧力や社会不安といったものを土壌として欧米各国においてはこの移民排斥派の人たちが大きな政治勢力として育つ土壌となりました。私はこのような欧米の動きは失敗政策の結果だと考えています。決してそれでうまくいったとは思えません。わざわざ失敗した政策を後追いしてまた失敗をするというのは私は非常に愚かな選択だと思います。次に安全保障問題。石破氏はアジア版 NATO といった政策を掲げています。それはアジアにおける集団保障体制を作ることによって日本の安全保障問題、これで解決へと向かうだろうという考え方です。アジア版 NATO のこの NATO なのですが、 NATO は北米プラスヨーロッパの集団安全保障体制のことです。この集団安全保障の一つの肝となっているのが、どこかの国、加盟国のどこかの国が攻撃されたのであれば、他の加盟国みんなでこれを軍事的に助ける自動参戦といった考え方です。こうした考え方を持っている NATO に対して、もしもどこかの国が攻撃すれば、一斉に他の国々も軍事的な対立が始まるわけなので、そう簡単には手を出せないというわけです。この考え方そのものは非常に強力な抑止力を生むこととなり、実際に戦闘にもなれば、これに対抗するのは非常に困難です。似たようにアジアにおいても、アジア版 NATO を作れば日本の安全保障はがっちり安心だというような考え方をしているわけですが、私はこれには非現実的だと考えています。なぜならば、日本がどこかの国と相互の防衛協定を結んだとしましょう。
NATO のように加盟している国が攻撃を受けた。日本も自動参戦だというこのような状態。例えば、オーストラリア、ニュージーランドと3カ国の相互防衛協定を結んだとしましょう。オーストラリアやニュージーランドだったら、まあ戦争に巻き込まれることはないだろうと考えて、もしもこのような防衛協定を結んだとしましょう。ところが未来においてはインドネシアでイスラム原理教主義者による超強硬政権が誕生し、それに伴ってイスラム聖戦に基づく世界統一を訴えるといったような荒唐無稽な政権が登場し、それに伴って隣国に対する攻撃を行ったというような未来が発生した場合において、じゃあオーストラリアに自衛隊を派遣し、オーストラリア軍と共に戦争を戦おうというのに、どれだけの日本人がそうだそうだ、日本も自動参戦して戦うんだというのに納得できるでしょうか。これは現在の憲法も改正する必要があると同時に日本人の意識そのものも変えなければなりません。しかし、現状の日本人がそのように他国の戦争のために他国に軍隊を派遣し、共に戦うということに賛成する人は私はかなり少ないと思います。私も安全保障問題に関しては非常に多くの動画解説を行っている関係で、日本の防衛力は高めなければならないという話をしています。しかしそれは何も他の国に自動参戦するような形での相互防衛協定を結ぶべきだという考え方には賛同できません。日本はまずは日米同盟といったものが今あるわけなので、これを活かしつつ日本の守りをしっかりと固めることが重要だと考えています。まずは情報面での戦いに必要な本格的な諜報機関、それを支えるための対スパイ法の制定、そして防衛力強化のために憲法を改正し、自衛隊を軍として認め、軍法の制定、そして防衛力強化のための自衛隊の整備。こうした抑えるべきポイントをしっかりと抑えた上で、同盟国との友好関係を深める緩やかな形での同盟関係の強化と国際秩序の維持を訴えかけるというこうした働きをすべきであり、私はアジア版 NATO という石破茂氏の掲げる構想には賛同できるものではありません。最後に石破氏が掲げている防災省もしくは防災庁について、日本においては様々な自然災害が発生します。それは地震、津波、台風、大雨に伴う災害など様々なものがあります。こうした自然災害に対する対応をもっと強化するために、石破氏は防災省もしくは防災庁を作るべきだとしています。この政策については私は別に問題ないと思います。今の省庁再編の中でまた新たな庁や省を作るのかと思われる方もおられるでしょう。しかし、必要であるならば、省庁を増やすというのは私は別に反対はしません。ただ、既存の組織といったものを拡張することによっても、もっと災害対応ができるのではないかと考えているので、防災庁のようなものに大きな予算をつけるというのはちょっと考えものかなという場面はあります。例えば今自衛隊において災害派遣で対応することが非常に多くあります。このことを念頭にして自衛隊内部において災害対応に対しても十分訓練を積んだ上での人員確保といったものも進めるのが私はいいのではないかと思っています。現在自衛隊はそもそもの定員を満たしていないような状態なので処遇改善といったものは進めなければなりません。一方で普段から人員をもっと確保するためにも国を守るための活動として外敵に対する対応だけではなく災害をある程度メインにしますよというような第一線の兵士としてではなくその第一線の兵士たちを支えるぐらいの立場の自衛隊員もある程度の人数を確保し災害対応に対する訓練を主にしつつも一方においていざとなればそのまま第一線へと投入できるような予備戦力的な活動隊員といったものもある程度確保することが大事かと思います。防災庁のようなところに大きな人員があっても普段はなかなか活動する場面はないわけですからそこに大きな人員を割くよりは自衛隊の内部においてある程度人員を最初から確保しておくというのも大事かなと思います。何しろ大きな災害が起こった時に自衛隊の多くの人たちがそちらの方に一気に人員を割かれるような状態になるというのは実は防衛力といった面においても低下しているわけなので災害対応イコール何でもかんでも自衛隊に頼るという考え方は現状のままで良いわけではないのです。さて最後に組閣についてのお話をしましょう。今回自民党総裁選9人の候補者がいたわけなのでこれらの人たちをどう処遇していくかというのは今後の石破政権の長期政権か短期政権かに分かれ目となる事柄です。
もちろん政策面においては様々な違いといったものがみんなにあるわけですから、適材適所という面において誰をどの分野に配置するかといったものは当然向き不向きがあります。そして誰を使わないかによっても政権の基盤が強固になるか脆弱になるかは分かれていくものです。自民党内部における議員の支持派、もともと強固の連携が取れていた人物は少ないと言われる石破氏ですから、どのような政権を成立させ、誰がどのような大臣になるのかについては今後も注目していく必要があるでしょう。石破総裁が決定することによって石破政権の発足というものも決定しました。彼の掲げる政策には私は反対しているものが多いため、日本の今後もかなり不安だと思っています。皆さんは今回の総裁選の結果をどのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録してください。そして考えを整理するのに役立ったなと思われる方はぜひとも他の方にもお勧めしてくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。